漆黒のメタンから見ると、今日は財布に刺さるわね。いきなりお金の話なのだ。でもセール特集なら、そこ大事じゃん。船で帰れなくなった人の帰宅ゲームなのだ。人じゃなくて、プレイヤーが島から帰るのよ。設定からして、予定通りに進まなそうじゃん。はう、と、フィッシュは釣りを覚えて脱出するのだ。物理演算ベースって、魚も道具も動きが変わる仕組みね。つまり、教室の机を押したら全部ずれる感じ。教室を壊さないで、ゲームでは最大4人で遊べるわ。釣った魚を売って、道具や武器を買うのだ。魚を集めて、クエストやボス戦もあるんじゃ。通常880円が545円。私でも手を出せる額ね。しかも 38% オフは8月28日午前2時までなのだ。ワンコインちょいで漂着生活、試したくなるじゃん。ただし、セールが終われば通常価格に戻るわ。帰宅できるか、みんなも気にならないのだ。私なら、まず装備代を貯めるわね。次は、会社の穴にアヒルを入れるゲームだよ。次はプロジェクト TITT のニュースなのだ。会社の仕事としては、かなり説明しづらいわね。新人インターンが、ゴム製アヒルを作って投げるの。穴は大きくなって、もっと欲しがるのだ。利益のために投入量を増やすなんて、会社の闇ね。磁石やファンで、物理演算の生産ラインを組めるじゃん。生産ラインは、物を順番に運ぶ仕組みなのだ。自動化して、作業を機械に任せるのね。文化祭の流れ作業を、超大規模にした感じかも。通常1350円が1147円。15% オフでも判断は慎重よ。セールは9月3日午前2時までなのだ。壊れた生産ラインを直す修正も入ったんだって。不具合で自動化設備が壊れるイベントを削除したそうよ。みんななら穴に何を食べさせるのだ。アーシはアヒルを連続投入れして記録を狙うじゃん。焚き火から王国を作るゲームも発売されたのだ。次は小さな領地の木の話ね。最初は小さなキャンプなのに王国まで育つんだよね。住民を働かせて建物や技術を増やしていくのよ。僕なら最初からずんだ餅の王国を作るのだ。税金をずんだ餅で納める国は危ういわね。でも法律や税率まで決められるのめっちゃ本格的じゃん。法律は国の運営ルールを決めるものなのだ。研究ツリーで新技術を永久に開放できるのもいいわ。研究ツリーは枝分かれした強化メニューだよ。魔法や遠い土地との交易も増えていくのね。通常880円が792円で 10% オフなのだ。8月27日午前2時までなら買う理由は作れるわ。のんびり育てる系が好きなら今が入りやすいじゃん。みんなは王国で税金を高くする？低くする？僕は住民が元気になる税率にしたいのだ。次はバケーション、カフェ、シミュレーターが発売中だよ。イタリア風の店を自分のペースで育てるのだ。タイマーもストレスもない設計なのね。ピザやパスタをミニゲームで作れるじゃん。店内の家具や植物も変えて雰囲気を作れるのだ。通常2300円が2070円。10% オフでも少し考えるわ。9月4日午前2時までだから、急がなくても選べるね。ワイン農園や近くのお店を見て回る要素もあるのだ。自分の理想の店を作るなら、長く遊べそうね。アーシなら植物を置きすぎて、店が森になるかも。料理だけじゃなく、経営と探索も楽しめるのだ。値段は高めだけど、ゆっくり遊びたい人向けね。旅行気分で店作りって、めっちゃ気楽じゃん。セール期間を見て、遊ぶ時間まで含めて決めたいわ。砂の一粒まで資源になるサンダストリーもお得なのだ。最後はサンダストリーね。通常1480円が962円よ。35% オフで、8月28日午前2時までじゃん。砂を掘って、運んで、工場で加工するのだ。自動化って、作業を機械に任せる仕組みね。ベルトコンベアやドローンで、工場を広げるんだって。雪や種まで、一つ一つの画素が物体として扱われるのだ。画素は画面を作る小さな点よ。それが資源になるのね。砂場を全部工場に変えるみたいで、規模がすごいじゃん。
古代文明の遺物を探す冒険も入っているのだ。工場だけじゃなく、探索に資源を回す判断も必要なのね。ロケットランチャーで採掘する選択肢まであるの。自由すぎ。公式更新では安定性の改善やバグ修正も行われたのだ。早期アクセスだから、今後の変化も見ながら遊ぶ作品ね。工場作りが好きなら、962円は試しやすいじゃん。砂から始めて、どこまで文明を掘れるか楽しみなのだ。ここで釣りの意外な歴史を一つ話すのだ。ゲームの釣りから現実の釣りへ飛ぶのね。釣りの起源は少なくとも約4万年前まで遡れるのだ。そんな昔から魚を狙ってたの？すごすぎじゃん。今の釣りは海釣りと川釣りに大きく分けられるのだ。海なら磯釣りや船釣り、川なら渓流釣りがあるのだ。遊びとして楽しむゲームフィッシングもあるのね。食べるためだけじゃなく、釣る過程を楽しむ人もいるのだ。はう。フィッシュが気になった理由、ちょっとわかったかも。セールは期限と価格を見比べて、無理なく選ぶのよ。気になった作品があったら、コメントで教えるね。僕たちと一緒に次回もゲームを見てほしいのだ。それでは、また会いましょうね。